生ぬるい Z 世代が日本の衰退にとどめを刺すと思ってます。一番ふぬけてる世代ってゆとり世代じゃないですか。 Z 世代とかってもてはやされて、生産力もないのに残業もしない、怒ればすぐに辞める、稼げもしない副業を始めるとか、バカばっかりじゃないですか。老害すぎ。がむしゃらに働く合理性が見えないみたいなところが結構あると思ってて、がむしゃらに働いた後合理性が見えるんであって、れを働く前に合理性があるかないかは見えない。時代の恩恵を受けた方々の勘違いなのかなっていうふうに思って、給料が発生しますか、飲み会でもお金払ってもらえますかっていう、いや魅力がないんだよ、上司にね。いやそれほんまそうです。そういう会社は辞めちゃえ。お前らが一歩飛び出て会社員っていう箱に入っちゃってるんだよ。皆さんこんにちは、山口です。手前に座っているのが定期社の現在43歳の男性で、会社員年収750万円、下山則夫さんです。よろしくお願いします。下山則夫です。よろしくお願いします。はい、そしてお隣に座っているのが今回の反論者、25歳男性、会社員で働きながら副業もしていらっしゃるということですね。現在年収は350万円の高田博樹さんです。よろしくお願いいたします。高田です。お願いします。はい、下山さんからの提起内容なんですけれども、メディアに煽られて Z 世代が日本を終わらせるという提起になります。では詳細教えてもらえますか。〇〇世代とかあまり好きじゃないんですけど、社会や経済の本質を知らない生ぬるい Z 世代が日本の衰退にとどめを刺すと思ってます。昔の日本は良くも悪くも努力根性論でやってきましたよね。ほど働いて上から怒鳴られて、それでやっと保てていた労働力っていうものをメディアが煽るおかげで、すぐにパワハラだとか退職代行とかふぬけなやつばっかりになっていって、そういう価値観をあたかも時代の正義みたいに言い出してから、さらに自分たちで国を貧しくしていってて、何やってんだろうと思います。Z 世代とかってもてはやされて、自分たちの考え方だったりとか価値観あたかも正しいとして、そのせいで打たれ弱くなってしまったり、すぐに逃げる手がついてしまったり、そういう人たちばかりになったら GDP とかも下がっていくわけで、生産力もないのに残業もしない、怒ればすぐに辞める、稼げもしない副業を始めるとか、バカばっかりじゃないですか。そういうのが日本を衰退させていっているっていうふうに思います。それに対して高田さんはどんな反応を。昔と違って今って情報がたくさんあるわけであって、昔はがむしゃらに一つのことできてたけど、情報社会が進んでるこの世界でがむしゃらに働くのは大事なんですけど、その上で何が必要で何が必要じゃないかって分ける必要があると思うんですよ。Z 世代をふぬけたやつらっておっしゃっていたんですけど、達成が時代を作るんで、今のこの考え方が時代のセオリーだと思ってて、時代を作る人たちの意見を大切にしてほしいなっていうのは聞いててよく思います。今回のパネリストの皆さんにご意見伺っていきましょう。まずは山本社長です。お願いします。高田君は Z 世代で意見を聞いてほしいっていうのはどんなことを聞けばいいの？この世代も頑張ってはいるし、長時間労働とかをすごい美化されてると思うんですよ。長時間働いたかといって成果を残せるわけではないじゃないですか。時間が長いか短いか、それどっちでもよくてさ、結果としてあなた方 Z 世代はまあ例えば相対的に他の年代とか他の同世代の他の国の若者と比べた時にこう労働生産性高いって言い張ってる。結果だけ教えてほしいんだけど、プロセスとして時間が長いとか短いとか、そういう粗末な議論どうでもよくてね。高いかって言われたら確実に高いとは言えないんですけど、低くはないと思ってます。だからあんまりバカにすんなよと。はい。分かった。ちょっととりあえず聞いとくわ。はい。まず定期者の下山さんに聞きたいんですけど、僕同世代だと思うんですけど、日本衰退させてる原因が、若者を Z 世代だなんだって言って持ち上げてるメディア側にあると思ってるのか、持ち上げられてる Z 世代側っていうか若者側にあると思ってるのか、それどっちだと思ってるんですか？持ち上げられて、それに甘んじちゃっている若者たちがどうにかしないと日本は本当に終わるぞって思ってます。持ち上げているメディア側には罪はないと思いますか？もっと言うと、そのふぬけてるのどうこうって Z 世代以前のゆとり世代とか言われてる人たちからそれって言われてたわけじゃないですか。ゆとり世代のへのちょっとカウンターで新しい考え方でやっていく世代が出てきたなっていう感じで Z 世代と分けられてきたなっていう感覚なんですけど、一番ふぬけてる世代ってゆとり世代じゃないですか。そうですね。ゆとりも含まれるとは思ってます。でそれもメディアが言い出したことだと思うんですけど、そういう意味で言うとメディアに責任があるんじゃないかなと僕は思うんですけど、でそのメディアの中核を担ってるのって中年じゃないですか。中年のせいじゃないですか、ほんなら。
よりひどくなっていったのはメディアのせいだなと思ってて、メディアも若者たちもどっちも悪いと思ってます。自分たちが変わっていかなきゃしょうがないじゃないですか。実際に日本も労働力とかも落ちてっていってるわけだし。単純に俺人口だと思うんですよね。人口が減ってるじゃないですか。で、若者の人口が減ってるのって絶対に若者のせいじゃないですよね。その上の世代ですよね。若者のせいにするのちょっとかわいそうじゃないですか。もちろん責任、仕事が減ってるのも野党側のせいですよね。若者に何の責任があるんだろうって思っちゃうんですけど、僕それ聞いてると。雇ってもすぐ次の職場で晒して抜けていっちゃうだとか、一つの会社にも長くとどまらずに、最後まで突き詰めることもせずに辞めていく。そういう精神とかをはびこらせてしまったっていう、のはメディアの責任ですよね。メディアと当人たちの問題だと思います。どっちにも言いたいことあるんですけど、まず僕ゆとり世代代表なんですね。下山さんはまず老害すぎて話す気もならんなって感じですね。なんで今の人が、あんま長時間労働せずに昔の人が長時間労働してたかって2つあって、1個は自己効力感と集団効力感って言われるやつ。昔はもう日本むちゃくちゃ伸びてたやん。だから周りが俺もできるっていうその日本の何やろな風潮があったからポジティブに働けるんですけど、今はその団塊の世代が作ってしまった悪しき風習によって生産性下がってます。それによって日本の生産性下がってます。じゃあその集団効力感も無理なんですよね。自己効力感って自分はできるとか自分はやっていこうみたいなところってまず集団的に作っていかないと、マネジメントでもそうですけど生まれないんですよね。多責すぎて老害すぎて話す気にならん。だから終わってるマネージャーやなって感じが下山さんに対する感覚。高田さんは高田さんで、頑張ってると思うけど、会社員&副業で年収350の時点で頑張ってへんやろなって感じ。そこに1000万って書いてたらもう下山さんが老害で終わってるやつやなで終わるんですけど、350がめちゃくちゃ気になりますね。だから口だけの Z 世代ってめっちゃいるんですよ。どっちもくだらないから、どっちも後で年下やけど説教したいなみたいな。なるほど。先ほどの意見とすごい重なる部分もあるんですけど、これを一歩離れたところから見たときに衰退している国があり、その国内で、上の世代は下のせいだと言っている。で、下の世代は上のせいだと言っている。この構造そのものが、この衰退の、原因とまでは言わないですけど、それを象徴してるなと思うのが、前提としてあります。さっきのお話で、経済とか社会の本質を知らない若い世代がうんぬんみたいな。いや、それ誰が知ってるのっていうのが一個あって、どちらもそれぞれのせいにしているそのスタンスこそが、すごくZ 世代的に見えるというか、むしろ。そういう風な感覚、印象を受けました。なんとか世代というものがワードに出ましたけれども、今回皆さんはそれぞれ何世代なんでしょう？そんなのないの？ないんですか？昔はね、何々世代もないし、だからゆとり世代ぐらいからブ一旦ラックって答え、一旦何世代か答えかよ。そもそもそういう言葉が分断を呼ぶ。それこそメディアの責任の部分があるということ。メディアなのかなんか知んないけど、みんなでなんかさ定義づけて色をつけるのはよくない。みんな人間でいいじゃん。でもゆとり世代はなんか学校のその指導要項が減ったりとか、減りました。そういうその目に見えて分かる変化があって、でその後また増えたじゃないですか。ちょっと減らしすぎて、あの時代をゆとり世代、その教育のゆとりがあったからゆとり世代っていうのはくくりとしては分かるんですけど、Z 世代はぶっちゃけ意味分かんないですね。 Z が調べたところ今10代前半から20代半ば。結構長いんだ。案外これデジタルネイテこの中ィブでも違いすぎる。そうですね。10代前半からそうかなりもうそれこそデジタルネイティブ、TikTok など SNS が好きな年代なんでしょうかね。きついことも言われましたけれども、改めてどうでしょう？日本って国自体が一人一人が長時間労働だから成立してた国ではあって、自己効力感とかが育っていってないのは時代のせいもあるけど、人間としての本質の部分を会社とかっていろいろ学べるところじゃないですか。先輩だったりとか上司とか学ぼうとする気概だったりとかなくなってってるのは会社をマイナスにさせていくだけだな。答え出てますよ。自分が悪いんでしょ。マネージャーがそれをやるべき仕事なんだ。もちろんそれをやるんですけど、それについてこない奴らが正直っていうとは思うんですよ。うちの会社とかは
Z 世代ばっかだけど部下めっちゃついてくるよ。俺めっちゃブラックだけどそうなんですか。言っていいの？お前らこうしろと全然ついてくるよ。山本やっ社長ぱリーダーははしっかりすればいいんだよ。この世代がいい悪いじゃなくて全体の会社の業績みんなの給料日本全体の景気とかねそれを伸ばそうっていう大義の上ではみんな動くんですよ。それがあいつが悪いこいつが悪いって今日もずっとそういう議論をしてるから対立が生まれるんですよ。いやみんな仲間なんだから野球のチームで言ったらこのチーム勝つぞっていうようなねそういうのが必要だと思うよ。ちょっと規模が話が小さいと、若い世代とかってモチベーションだったりとか成果の矢印っていうのが向いてるのが自分自身だと思うんですね。副業とかやってるっておっしゃってますけど小規模事業とかしか生み出さないと思うんですよ。生産力もなんもなくないですか？今って働けば働くほど税金取られるわけなんですよ。だから払わないで自分の幸福のために仕事だけが人生じゃないんで。奥山さん年齢が近いからちょっと分かる部分ありますか？そうですね、年齢近い、私27歳なんですけど、そうです下山さんの思いもすごく分かるなっていうところもあってこう下山さんの方はいまあ、実際にマネジメントする立場に、まあ、同世代ですけどいるときに一緒に働こうビジョンのためにこうしていこうっていうときにこう高田さんのようなスタンス取られるとこう結構険しいなというか自分の幸福のためみたいなところをよくこうおっしゃってるような印象を受けてるんですけどそれって何を指していますか？自分の幸福っていうのは。悩み事ってほぼ仕事じゃないですか。その長時間働いてストレス抱えてなのに給料少ないっていうのが自分が許せないところではあるんです。自分で稼げばいいじゃん。高田さん的な理解だとこう今自分が一定程度働いてそれに見合わない給料をもらってるという現実はその労働環境にあるというご理解ってことですか？はい、労働環境にもありますね。それこそ昔のように稼げるんだったらまだがむしゃらにはできるんですけどそういう職種もありますよ。大体今の若者ってやりたい仕事をしてるわけじゃないし山本社長の前にはなるんですけど本当のブラック企業で働いててしんどい思いしてる人もいるんでとっくに終身雇用じゃないし今は、でテレビでもしきりに転職って転職の CM ばっかりやってるからあれをその日常的に見てたらその若者がちょっとでも今の会社に疑問を持ったら転職しようかなって思う気持ちもわからんでもないしで上は上でせっかく育ててちょっと育ってきたら外出ていっちゃうっていうのがあるとなんだかなって気持ちになるのもわからなくもないですけどね。世の中の会社でこの Z 世代の考え方に悩まされているっていう上司の方々結構いらっしゃるんじゃないですかね。もうほどいるんじゃないですか僕含む。結局その価値観の違いが受け入れれてないのがいまだに洗濯板で洗濯してるやつみたいにずっと老害なんですよ。でどんなマネジメントしてるかがもう目に見えて分かるんですよ。下山さんが俺の時代はこんなにやってたのにっていうスタンスでいくからそら反発受けるわけですよ。俺が子供の時もじいちゃんとか父ちゃんに同じこと言われてその父ちゃんじいちゃん子供の時もそのまた上に言われて君らの世代だけが上にうるせえっていうのはおかしいよ。でそれで言うと今の時代背景なんですよ。だから下山君みたいに今の全体がね元気ないのを危惧してこう提起するっていうのはいいことだと思いますよ、そのぐらいおせっかいでいこうよね。おせっかいとかじゃないねん間違えてんねんだ。学んだこととかを下の方に伝えていってそれが会社のためにはなるじゃないですか。受け入れないのはどうかしてるって思うんですよ。やり方多少問題はあるかもしれないけどついていこうっていう気概のあるやつとか昔は多かったじゃないですか。僕も若い頃は上司に殴られたりとか叩かれたりとかだってそんな俺一番年上だけど、誰かクラスメートが宿題忘れるでしょ。全員でグラウンド一周とかで全クラスメ連ート帯責任。そうだよ。昔は子供って労働力だったじゃないですか、今はそうじゃなくて子供も減ってるし大事可愛いで育ってるんでそもそもの子供の育て方が全然違うから学校で先生に殴られてる子なんて多分いないと思うんですけど僕40代でギリギリ殴られて育ったんですけどコンプライアンスとかわけわかんないものが入ってきてるのって全部アメリカから入ってきてるわけじゃないですか。ポリコレとかキャンセルカルチャーとかハラスメントとか言い出したのが90年代終わったぐらいですよ、95年ぐらいまでは世界で最もガリ勉で勉強ができてで1時間あたり労働生産豊かさ GDP 成長率全部世界1位が日本ですよ。日本がもう戦後貧しいところが一気に駆け上がった瞬間に欧米からお前らちょっと働きすぎだぞ勉強しすぎだぞ多いぞ
言って相当プレッシャーかかって日本はゆとり教育始めたんですよ。働き方改革やったんです。結果は減りましたか、増えました。みんな貧しくなってまだ答えが見つかってないんですよね。もっと戻したらいいと思うんだよ、昭和に。一緒に成長していってれば本当それが一番じゃないですか。上にやれって言われると下のやつらは多分やりたがらないから、ルールにのっとったハウっていうやり方がもういつの時も変わっていくわけですよ。昭和の価値観のままのマネジメントやってるからついてこない。昭和の時代の考え方っていうのを取り直していかないと悪い方向に進んでいくしかないじゃないですか。そう思う。若いやつに挑戦しろじゃなくて俺の席を奪えと。山本さんが話されてるのって昔の日本の話だって、あくまで過去のあの時の話だって、今ではもう戻らないと思うんですよ。いやお前らより成績良かった。